はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、夏のホリデーイベント、サマーバッシュ2024徹底解説をお送りいたします。とうとう始まりました、夏恒例のホリデーイベント、サマーバッシュ。今回はですね、ASA 版としていろいろ変わったところがあるので、その辺も含めて徹底的に解説していこうかと思います。以前からあるサマーバッシュのアイテムやレモートなども含めて全アイテムご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。少し今までと違って特殊な獲得方法もございますので、ぜひご確認いただければと思います。ちなみにサマーバッシュ、バッシュというのは殴るとかの意味合いなんですが、賑やかな激しいパーティーを意味するものになりまして、アメリカの独立記念日4月4日をベースにですね、騒ぐパーティーを行うというものになっております。なので、カラーなどもアメリカを象徴した赤や青などが実装されることが多いということになります。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではまずイベントの適用方法からご紹介していきます。詳しくは以前ご紹介の動画上げておりますので、そちらもご確認いただければと思います。まずメイン画面から開始で押していただいて、モッドリストを選んでいただきます。ここからモッドの閲覧、検索のところにサマーなどで検索していただくとサマーバッシュが出てきます。こちらをインストールしていただければ、公式などではこのまま適用が可能です。公式サーバーもそうなんですが、非公式サーバー運営されている方に関しては、イベントコードにこちらを入れていただく必要があります。ただ、参加されている方に関しては、インストールしていただければ適用が可能です。その他ですね、サーバー入るときにインストール画面が出てきますので、こちらからインストールしていただいても問題はないです。さらに、ローカルの方に関しては、真ん中のゲーム作成をしていただいて、こちらのモッド設定の利用可能なモッド、この中にインストールしたモッドが入っているんですが、この中にサマーバッシュっていう部分も出ておりますので、これを有効化していただきます。すると、左側、有効なモッドのところに入ってきますので、基本的にはこれで適用が可能です。モッドによっては優先順位とかが出てくる場合があるので、一番上の方にでも当てていただければいいかなと思います。あとはこのままシングルプレイヤー、もしくは非専用サーバーでスタートしていただければ適用が可能です。適用できてるかどうかの確認に関しては、オープニングで見ていただいたような、このようなサマーバッシュのイベントの表示が出ますので、こちらをご確認いただいて、これが出てくればサマーバッシュ適用できているということになります。続いて、イベントの基本情報について。まず、イベント期間に関しては、現状開始されておりまして、終了が日本時間で1月の18日木曜日午前2時早朝となります。おそらく発表上、延長は今のところないようです。イベント倍率に関して、基本倍率がホール2倍となっております。ただし、スタートが少し Xbox でのエラーを原因とした遅延が発生しましたので、お詫びとして今週末に関しては3倍が適用入っております。これは日本時間で1月の9日午前2時まで適用が入っております。それ以降は期間中2倍ということになります。続いてイベントカラーに関して、今回イベントカラーの適用はこちら。
発表時赤と青が入っていなかったんですが、自分のツイートがきっかけなのか、それ以外のことがきっかけなのか、赤と青を入れ忘れていたということで、現状赤と青実装されております。先ほどご案内した通り、アメリカの独立記念日も含めてのホリデーイベントとなっておりますので、赤と青がサマーバッシュのメインカラーになっているので、入ってなかったっていうところが実装されております。続いて、イベントアイテム作成に関して、ASA のイベントアイテムは調理鍋ではなくて作業台で作ります。この中に休日というフォルダーができているので、開いていただくと、このようにイベントアイテムが作成できるようになっております。ASE 時代、干し肉をメインとした作成になっていたんですが、今回の ASA バージョンに関しては、霜降りこんがり肉やこんがり肉で作るのがメインとなっております。チビペットに関しては霜降り干し肉となっております。エモートに関しては持っている人は出てこなくなったので、ちょっとどっちで作るようになっているか不明です。もし ASA から始められている方で出ている方がいればコメントいただければ助かります。干し肉ではなくて焼肉になったことによって、だいぶアイテムがゲットしやすくなっております。また、チビペットに関しては、ランダムチビペット、ランク高いタイプのものはないんですが、霜降り干し肉10個で1個作れるようになるので、ホリデーイベント全体を通しても、チビペットを獲得しやすいイベントになっているので、ぜひこの機会にチャレンジしていただいて、目当てのチビペットをゲットしていただければと思います。今回、新規導入のチビペットはないので、今までご紹介したチビペットが実装されるということになります。チビペットの図鑑としてはですね、アイランド編で一度ご紹介しておりますので、気になる方はぜひそちらもご確認いただければと思います。続いて、イベントアイテムとしてなんですが、今回、サマーバッシュは夏のクラクラタフィーという恐竜キャンディーのみになっております。これも、こんがり肉50個で作れるものになっておりまして、作成していただくと、ランダムで原始的から至高まで各種キャンディーが生まれます。キャンディーによって配置される色は違いますので、これを恐竜、すでにテイムしているペットに適用すると、このキャンディーに書かれている色が適用されるということになります。キャンディーごとにいろいろ色が違うので、お好みの色が出た場合に適用していただくのも一つです。それとは別に移動速度がプラス5、原始的の場合はされます。至高になると移動速度がプラス15されることになります。このキャンディーをペットにアイテムとして渡していただいて食べさせる。するとこのように新たに色が適用されるということになります。これは右上に出ている通り24時間の適用となります。この間は食べさせたランクに合わせたスピードアップとキャンディーに含まれている色合いが適用できます。ただし、これ注意点がありまして、夫に収納しますと、リセットされてしまいますので、スピードアップもなくなります。なので、食べさせている間、切りたくなければ、夫には収納しないようにしましょう。続いて、エモートに関してご紹介しておきます。一応発表上、エアギターのみ出ているんですが、その他にもサマーバッシュのエモートありますので、一通りご紹介していこうかと思います。エモートに関しては、サークルメニューの左側太陽のマークでサマーバッシュがあります。まずは力こぶ。続いて、アーチャーフレックス。モッシュ。ラダンス。バク転。エアドラム。
セエアギター。ちなみにですが、メガネ系の頭装備に関しては、帽子表示非表示でこのようなエモートが入っております。続いて、ここからは今までにあったイベントアイテムのご紹介です。まずは恐竜スキン。こちらは1種類になっておりまして、サドルにつけれるタイプの恐竜に関しては適用が可能です。恐竜用アンクルサムハット。レックスとかもかなり似合うと思うんですが、こういう系の生物には似合いますね。続いて、武器系のアイテム。まずは線香花火。ASE 時代、実績解除で手に入っていたスキンでもあるんですが、今現状 ASA では実績解除でのスキン適用がございませんので、今回手に入れれるのが全てサマーバッシュでの獲得となりますので、今のうちに集めておきましょう。適用は松明に適用となります。見た目はこんな感じ。一人称だとこんな感じ。染色もできますので、白に染色すると暗い間でもイベントカラーの確認とか明るく照らせたりしますので、通常の松明よりも線香花火で白い染色にすると見やすくなったりします。続いてグリル用フライ返し。これは棍棒に適用するスキンとなっております。見た目はこちら。一人称だとこんな感じ。殴るだけですね。続いてステーキナイフ。これは剣に装着するスキンになっておりまして、見た目はこんな感じ。一人称だとこんな感じ。続いてフライングディスク。フリスビーですね。これはスタック系になっておりまして、ブーメランに適用するタイプになってます。スタックしてる分には全て適用されておりますので、使い切らないようにしましょう。見た目はこんな感じ。ブーメランなので、このまま殴ることももちろんできるんですが、投げるという形でフリスビー戻ってきます。続いて、ウォーターガン。こっちに関しては火炎放射器に設置します。当然ながら火炎放射器用燃料も必要とします。見た目はこんな感じ。一人称だとこんな感じ。これ、水飛ばすわけではなくてもちろん火が出ます。続いて、打ち上げ花火用照明銃。これはその名の通り照明銃に適用します。これもスタックタイプのスキンとなっております。わかりやすいように夜にしてみました。見た目は照明銃と変わらないところになるんですが、このまま打ち上げていただきますと、上がるまでは一緒なんですが、このように花火が打ち上がります。あと、降りてくる照明はいつも通りでございます。夜を明るく照らしていただけるものになってます。ちょっと演出が ASA なんでリアルですね。続いて、打ち上げ花火用ロケットランチャーとなります。見た目はこんな感じ。ちょっとアメリカンなカラーリングになってます。当然ながらロケットランチャーに適用することになりまして、ロケット弾は必要となります。弾には特に装飾必要ございませんので、筒に適用します。これを打ち上げていただきますと、この地点からすでに花火になってまして、さっきよりもちょっと派手な花火となります。通常敵に対してですね、恐竜に対して打ち込むと、恐竜のところで弾けることになります。照明銃に関しても、ロケットランチャーに関しても、花火スキン、これもかなり使用用途が多い、いろんなところで使えるものになっているので、ちょっと大量に作っておくのも一つかもしれません。ここからは装備のスキンになってくるんですが、まずは既存のスキン、ダイジェストでお送りいたします。
以上が既存の装備スキンとなります。ここからは新スキンとなるんですが、まずは設置物からのスキン2種類となります。一つはバーベキュースキン。これは焚き火に設置することが可能です。似たような形の調理鍋では設置できないのでご注意ください。こんな感じですね。ちょっと焚き火で焼くより焼肉が作りやすそうですね。続いてクーラースキン。これは通常の収納箱に設置ができます。ただし収納箱台であったり装飾品ボックスなどには設置ができません。収納ボックスのみとなっております。人と比較するとかなりでかいですね。普通には持てないサイズです。続いては武器関係。まずはバルーンハチェット。斧に適用ができます。金属でも石でもどちらでも装着は可能です。見た目はこんな感じ。一人称だとこんな感じ。ふにゃふにゃしてますが、木も切れます。続いてバルーンピッケル。これも石でも金属でもどちらでもピッケルにつけることが可能です。見た目はこんな感じ。ふにゃふにゃしてますが、鉄でも集めれます。続いてバルーンソード。剣に装着が可能です。見た目はこんな感じ。ふにゃふにゃしてますが、恐竜だって倒せます。続いて水鉄砲。これはセミオート式ピストルに装着が可能です。普通のピストルの方には装着ができないのでご注意ください。見た目はこんな感じ。壁紙アートの方では両手持ちしてましたが、両手持ちは特にありません。普通に弾丸を打ち出します。続いて装備関係なんですが、頭が3種類、あと足と手となります。まずは花火帽子。花火が詰まった帽子となっております。見た目だけなので特に爆発はしません。続いてサンバイザー。これはちゃんと紙も表示されるタイプのものになっております。もちろん頭装備ができるカワウソくんとかも装備は可能です。続いてパイナップルサングラス。かなりパリピですね。続いてプカシェルブレスレット。貝のブレスレットですね。これは左手のみになってまして、右手にはありません。コンパクトなので割といろんな装備に合いそうですね。続いてサルコス。大人の事情でストラップはありません。以上が作業台で作れるスキンになります。ここからは特殊ゲットとなる今回の目玉の一つであるシャークスーツになります。すでにペインティングをしているんですが、少し獲得方法が特殊となっております。内容としてはクラブアークに来ていただいて新ゲームをクリアしていただくとロックが解除されます。まず見た目がこういう感じ。クラブワークのミッションの中でサマーバッシュというフォルダーができておりますので、この中のサマーシャーク、最大10人まで参加可能ですが、トライブの参加は4人までのようでございます。その他プレイヤーが10人まで入れるようになってますので、他のプレイヤーなども参加している場合があります。ランクはアルファとなっているんですが、比較的慣れればソロでも普通に攻略ができるものになっておりますし、集団で参加したからといってなかなかお互いサポートするのが難しい感じになってます。慣れてくるともしかするとうまくいけるのかもしれないですが、雰囲気はですね、先日参加型のライブ放送でみんなでやっている動画がありますので、そちらご確認いただければと思います。また、詳しくゲームに関しては別途次回解説させていただこうかと思っておりますので、ぜひそちらをご確認いただければと思います。
そしてこれをクリアするとロックが解除されまして、クラブアークでは衣装変えるところでそのまま装着可能ですし、公式サーバーに戻った場合に関してはデフォルトアイテムとして付与されておりますので、設定画面の詳細、こちらのデフォルトアイテムオンになっていればリスポーンのたんびに付与されます。ただし、現状、公式のクラブアークに来て解除する必要がありまして、ローカルのクラブアークではゲームをクリアしてもコインはもらえるんですが、スキンのロック解除はありません。なので、ローカル上ではシャークスキン手に入れることができないのでご注意ください。おそらくどこかのタイミングでアップデートが入ると、修正が入ると思うんですが、現状何とも言えない部分はありますので、ご注意いただければと思います。うまく紐付けができてないのかと思うんですが、そこは修正されるのを待ちましょう。非公式もおそらくローカルと同じ扱いになっているかと思うので、ローカルの方での解除が必要になるか、もしくは公式でロック解除すれば、ローカルの方でもそのままロック解除されるという、どちらかの仕様が適用されると思いますので、お待ちいただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、衛星版サマーバッシュのご紹介をさせていただきました。少しですね、AC 版と変わっている部分、作るのが干し肉から焼肉に大きく変わったというところがありますが、プラスアルファで目玉のシャークスーツが先日実装されたクラブアークでのゲットとなりますので、ただですね、そんなに難しくはないので、少し最初慣れとコツみたいなものは必要になりますが、次回その辺動画でご紹介しようと思っておりますので、ご確認いただいて、ぜひチャレンジしていただければと思います。かなりコイン効率もいいので、もしかするとサマーバッシュの間のみの可能性もあるので、早めに終わらないうちにですね、チャレンジしてみていただければと思います。ちょっと終わるのか終わらないのか、いつまであるのか、常駐としてサマーバッシュのサマーシャークあるのかっていうのは、なんともわからない部分になりますので、極力早いうちにゲットしといていただければと思います。なかなか難しいよっていう方は自分もうまいわけではないので、うまくお伝えできるかわからないですが、次回お送りしますので、ぜひ活用いただければと思います。チャンネル登録、通知設定しといていただければ、上がった頃にすぐ見れるかと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。